そう、スマホホログラムの作り方です。よいしょよいしょよいしょ。よし、さあ皆さんやってきました。待望のコンテンツ、スマホホログラムの作り方です。いや、もうこれが作れればインスタ映え、ツイッター映え、なんちゃら映え、映え映え映え、間違いなしのですねコンテンツになっております。かくいう僕も Twitter、YouTube のですねアートワークを最近はですねここのソファーで寝っ転がったホログラムに変えてるんですけれども、そんな感じでこのねホログラムを作ることができればちょっとね未来感のある空間になるので、それをこう画像としてね使っていけばかなりね発信する時も話題性を呼ぶんじゃないかなと思います。また YouTube のですねこういった導入の時とかにもホログラムを使ってもいいですし、なんか解説する時にこう一演出としてね、なんか YouTuber の方はコンテンツとして使っていただければいいんじゃないかなと思います。で、今回ですねこのホログラムを作るというか撮影する時において一つちょっとポイントがあるんですけれども、ホログラムってこうやって寝転がってブーンってやるじゃないですか。でここに、明るいものが出てくるんで、部屋全体がですね若干暗くないとその光がですね映えないんですよね。なので、若干こう暗い壁、僕の場合はネイビーの壁ですけど、こういった暗い壁を準備するか、白い壁だとここにねホログラムが出ても白に潰されてホログラムが全く見えない状態になってしまうんで、撮影する時のポイントとしては暗い部屋で行うか、もしくはこういったねちゃんと光が入るような壁の前でやるということがポイントになります。今回押さえておくべきポイントが3つあります。1つは光源の確保。これは投影するねスマートフォンからどういう風な感じで光が伸びているのかっていうところをまず一つ意識する。2つ目は 3D レイヤー。自分がここでね寝転がってこの上にねホログラムが出てくると思うんですけど、その 3D 感をしっかり一致させる。3つ目がその全体のホログラムの色ですね。ちょっとこう青っぽくてじんわり光ってる感じ、あの感じが作れればホログラムっぽいねものが簡単に作ることができるんで、今回はその3点を意識してやっていきましょう。お、そうだった。緊急告知があるんですけれども、8月3日にですね広島でモーグラフェスっていうモーショングラフィックスのイベントが開催されるんですけれども、そこにですね僕が登壇することになりました。イエイイエイイエイ。このイベントはですねモーショングラフィックスをメインでやられている方が、たくさんね登壇するんですけども、もしよかったら概要欄の方にですねイベントの詳細と参加申し込みのねリンクがありますんで、そこから参加してみてください。普段はねイベントといえば東京ばっかりでなかなか福岡とか四国とか中国地方の方参加しづらいと思うんですけれども、今回開催地をその西日本のね中間点の広島ですることになったんで、結構ね来やすいんじゃないかなと思います。当日はですね僕物販をすることになりまして、ダストマン T シャツをね販売することになりました。もしよかったらねそのダストマン T を一緒に着て、現場でねこう写真を撮れればなと思っております。8月3日広島でお待ちしております。というわけでね緊急告知となりましたが、編集編の方早速行ってみましょう。はい、それでは編集やっていきます。今回作るのはこれですね。はい、というねこんな感じのやつです。でポイントとしてはこれ全部標準エフェクトで作ってるんですけど、このホログラムのね光のこういう伸びるラインとか、あとはこのモニターですねスクリーンの位置関係、この辺がうまくできれば、いい感じに、ね、なります。であと撮影の時はちゃんとね目線がここを見てる感じでやってもらえたらなと思います。で今回このスクリーンのね中身の作り方もこういう感じの作ってるんですけど、この作り方も全部解説するんで、そのねこういうなんかローディングっぽい可愛いね丸いエフェクトの作り方とかも勉強していただければなと思います。で今回この撮影した素材とか、あとはこのスクリーンに使ってるアイコンの画像とか、あとはこういうスクリーンの画像ですね。これも全部概要欄の方からダウンロードできるようにしてるんで、そこからねダウンロードして使ってみてください。この
撮影素材とか自分のでやるよって方はそれ使っていただいて一個に構わないんで、何かね使いやすいものを使っていただければと思います。はい、というわけでやっていきましょう。でちなみにここの使ってる音の素材とかは概要欄の方に購入先のリンク貼ってるんで、もしね同じような音が欲しいって方はねそのリンク先から購入してみてください。これちょっと有料のやつなんでちょっと配布できないです。はい、じゃあやっていきます。まずコントロール N、 Mac の方はコマンド N で新規コンポジションを作ります。でデュレーションは20秒ぐらいにしておきますか。でコンポジション名をじゃあホログラムとしておきます。で今回僕撮影した素材のフレームレートが23.976 なんで、もしね僕の素材使う方はこの 23.976 にしておいてください。で幅と高さは1920と1080ですね。でやっていきます。これで OK をします。で、ダウンロードしていただいたこのねホロ MOV を使います。で僕がこうホログラムを出す瞬間、ここですね、ドンのところで出るんですけど、この辺りから出ればいいんで、ここでですねコントロールシフト D で Mac の方はコマンドシフト D ですね、カットします。でスクリーンを収めるところまでですね、ここでコントロールシフト D、 Mac の方はコマンドシフト D で映像をカットしておきます。でこの真ん中のところだけを、ホログラム合成していくんで、ここ右クリックしてプリコンポーズします。で、ホログラムプリとしておきましょうか。で下のねこの全ての属性を新規コンポジションに移動と、この選択したレイヤーの長さに合わせてコンポジションのデュレーションを調整するにチェックを入れた状態で OK をします。でプリコンポジションを開いてこの中でやっていくんですけど、これをですねダブルクリック、先にヌル作っとくか。これでここを右クリックして新規のヌルオブジェクトを作成しておきます。でこれを名前をじゃあトラッカーとしておきましょうか。名前なんでもいいんですけど、この名前のところエンターキーを押すと変えれるんで、これで僕はトラッカーとしておきました。で、この動画のデータですね、ここをダブルクリックします。そうするとレイヤーで開くんで、これでトラッカーでやっていくんですけど、もしねこのトラッカーパネルが出てない方は、このウィンドウの中のトラッカーっていうところをチェック入れてトラッカーパネルを開いてください。でトラックを開いてトラックポイントをですね合わせていくんですけど、どこがいいかな。なんか今回明確にここっていういい位置がないですね。ポイントをね取得しやすいところがいいんですけど、スマホの横になんか貼っとけばよかったですねじゃあ取りやすそうなこの爪とスマホの間ぐらいにしときましょうか。こんな感じかな。よし、じゃあこの辺からいきましょう。このトラッカーのですね、まず再生をするんじゃなくて次のフレームを分析で持っていきます。多分この辺最初は来ないかもしれないんで、来ますね。来る。これで一旦再生をしてみましょうか。お、いいよいいよいいよ。お、いいじゃん。
全部来てるかな。この辺は来てたね。はいはい。お、いいんじゃないか。ここだけずれてるね。よいしょ。まあなんかちょっと見ていってずれたところがあったらちょっとだけ直してあげてください。まあ大きくずれてなければ今回のケースは大丈夫です。大丈夫そうやね。はい、大丈夫そうなんで、これでトラッカーパネルのターゲットを設定で、よいしょ、このレイヤーのですね、今作ったヌルオブジェクトを選択して OK をします。で、この適用、トラッカーのこの適用ボタンを押して、で、このトラッカー適用オプションの X および Y で OK をします。で、そうすると、ここにヌルオブジェクトができて、これがね、ここの指のところに追従しているという状態が作れます。まずこれが1つ目 OK です。で、次に、もうスクリーンでやっちゃうか。この配布したスクリーンの位置をここに入れて、で、これを右クリックしてプリコンポーズします。で、下にチェック2つとも入れて、名前をスクリーンとしときますね。はい。で、ここのですね、スクリーンに 3D スイッチオンにして、ここね、3D スイッチオンにして、この 3D のボタン出てない方は、ここが多分スイッチの表示ができてないんで、左下のボタンでスイッチの表示してください。で、ここに右クリックの新規のカメラでカメラを作ります。で、2ノードカメラでよくて、で、プリセット、標準だと 50mm になってると思うんですけど、今回ですね、僕が撮影したカメラが 24mm のレンズのカメラを撮ってるんで、それにね、合わせるために今回 24mm でやります。皆さんも撮影したカメラのレンズのミリ数が何ミリかっていうのを見て、このミリ数を合わせてもらうと結構ね、何ですか、パース感が一致しやすくなるんで、おすすめです。で、これで OK をします。はい。で、スクリーンのショートカットキーの R を押して回転を出して、で、回転をさせていきます。こうか。マイナス85ぐらいかな。で、Y でちょっと上に動かして、で、ショートカットキーの S でスケールを出して、ちょっとちっちゃくし、で、またショートカットキーの R で回転を出して、この僕側にちょっと傾けたいんで、18度ぐらいかな。これで、この目線にね、合うようにちょっとやりたいんで、この辺かな。で、これ見ていただくとわかるんですけど、だいたいですね、アイレベルがこの辺なんですよね。カメラの位置高さですね。ってことは、カメラの高さに合わせて奥のパースのラインがこうなってたらおかしいんで、ちょっと無理やりなんですけど、ちょっと無理やり矯正します。
こんなもんかな。はい、押すとね、なんか 3D 感がなんとなく一致しました。で、目線の先にもあるし、ちょうどいいんじゃないかなと思います。で、これができたら、この親子付けで、よいしょ、これをですね、ビッグウィップでトラッカーに紐付けます。そうすると、このスマホの動きにスクリーンがね、ちょっと動いてくれるんで、こんな感じでね。いい感じですね。はい。で、このスクリーンの合成モードをスクリーンに同様にスクリーンにして、で、ここにエフェクトのよいしょトライトーン入れます。トライトーン。これですね。トライトーン。よいしょ。で、色をちょっと青、水色ですね。水色っぽくして、この辺かな？色タグで言うと 27A0DF ですね、僕は。で、この元の画像とブレンドで 40% ぐらいにしときましょうか。そうするとちょっとスクリーンっぽい感じになったんじゃないかと思います。一旦こんな感じにしておいて、で、ここに伸びる光のねラインとかをちょっと作っていきます。まずコントロール Y で Mac の方はコマンド Y で平面を作って、名前をじゃあフレアとしておきましょうか。フレアって作っていきます。で、ここにレンズフレアを適用します。レンズフレア、これですね。これをピッと入れます。で、レンズフレアの種類を50-300じゃなくて 105mm にして、この合成モードをスクリーンにします。で、この中央の点をなんかスマホの方に持っていき、フレアの明るさを 35% ぐらいかな。ちょうどいいですね。で、こっからですね、こうなんかどこを光らせたいかによるんですけど、僕はなんかこうモニターの真ん中あたりからこうブーンと出る感じにしますね。で、このフレアの明るさの光源の位置っていうのがあると思うんですけど、これを、トラッカーのトランスフォームの位置があるじゃないですか。ここに紐付けていくんですけど、この光源の位置を、折るとき Mac の方はオプションキーを押しながらクリックして、このねエクスプレッションを開いて、このビッグウィップを引っ張ってここにねドシャンと紐付けます。で、そうすると若干ヌルの位置に行っちゃうんで、この指のところに行っちゃうんですけど、これはですね、もうポジションショートカットキーの P でよいしょ開いて、もうなんか良さげな位置にちょっとだけずらしてあげれば今回は影響はないです。はい、こんな感じかな。そうするとこう光もこれの動きに合わせて追従してくれるようになりますね。で、ちょっとこの反射の玉ボケも角度に合わせてちょっと変わっておしゃんな感じになりました。で、色がちょっとあれなんで、このフレアにトーンカーブを入れます。トーンカーブ、これですね。トーンカーブを適用します。で、この光の色をちょっと見ながらやっていきたいんですけど、青にして、これね、
青にして、ちょっとこの上の位置、ハイライトの部分ですね。ハイライトの部分をちょっと青に持っていき、下はもう普通でいいです。で、赤色のハイライトの部分をちょっと下げと、なんかいい感じの水色っぽい感じになればいいなと思ってるんですけど、こんな感じかな。まあこんな感じでいいでしょう。で、これでフレアは一旦、ちょっとブラ入れとこうかな。このフレアに高速ボックスブラを入れます。まあ、なんで入れるかっていうと、まあこれ個人的な趣向なんですけど、このですね、標準のレンズフレアのこの玉ボケがパキッとしすぎて、個人的にあんま好きじゃないんですよね。だから高速ボックスブラを2ぐらいでいいかな。2ぐらい入れて、ちょっとね、まあこっちもボケちゃうんですけど、こんな感じにしときます。マスク追加しよっかな。ちょっとマスク入れちゃいますか。新テクニック。この楕円形ツールにして、このフレアのレイヤーを選択した状態で、こんな感じでね、マスクを切ります。で、マスクの境界のぼかしの数値を上げていって、100ぐらいでいいかな。100ぐらいにしておいて、で、このエフェクトの高速ボックスブラのこのコンポジットオプションっていうのをプラスで入れて、これをマスク1にしときます。そうすると、わかるかな？今こうマスクを描いた部分にだけこのね高速ボックスブラが適用されるようになるんで、非常にね便利です。で、こっちの光の方は影響が受けずなるんで、まあなんか一部分だけぼかしたいみたいな時はこれでやってあげるとうまくいきます。はい。スクリーンもやっとくか。スクリーンもじゃあ適当にペンツールで真ん中こうなんか真ん中だけ合うようにしといて、でショートカットキーの M2 回 MM を押すと、マスクのオプションが出てくるんで、マスクの境界のぼかしでこんな感じかな。こんなもんか。こんな感じにしておいて、で、マスクを反転しておきます。で、ここにも高速ボックスブラ入れて、よいしょ。で、さっきと同様に高速ボックスブラのコンポジットオプションでプラスボタンを押してマスク1を選択しておきます。で、これでぼかして開けているとこんな感じでちょっと被写界深度がつくというか、レンズのここの部分だけ、レンズのボケ感が作れるって感じですね。今回カメラでつけてもいいんですけど、重たいんでこの高速ボックスブラでやっときゃ軽いでしょっていう感じで今回これにしました。あとグローも入れとこうかな。グローこれね、グローこれをスクリーンに入れときます。でグローの半径をつけつつ、
敷地は何か。あんまりかけると、あれなんですけど、あんまり標準のグローが美しくないんで好きじゃないんですけどね。何度も言っておりますがまあこんなもんでしょうかね。はい、グローの半径をじゃあ50にしておきましょうか。でグローの敷地はデフォルトの60で、強度を 0.3、カラーループを2にしておきました。はい。でこのスクリーンの不透明度を下げます。ショートカットキーの T で不透明度開いて 60% ぐらいかな、 70% ぐらいかな、 70% ぐらいにしておきましょうか。はい、結構いい感じですね。で、次はですね、このホログラムから伸びる光線みたいなのを作っていきます。コントロール Y、Mac の方はコマンド Y で、新規平面を作ります。名前をじゃあホロラインとしておきましょうか。でカメラの下に持っていき、ここにですねフラクタルノイズを適用します。結構これ力技でやっていくんで、フラクタル、これですね、フラクタルノイズ、これを8適用します。で、ノイズの種類とかはこれでよくって、トランスフォームのこのスケールの縦横比を固定のチェックを外して、スケールの高さをドリャーと、まあ、3000ぐらいかなぐらいにしときます。そうして、コントラストを45、軽さをこの部分がいわゆる光のラインになるんで、ちょっとあればいいんですよね。マイナス50ぐらいかな。まあ、コントラスト50の明るさマイナス50ぐらいにしておきましょうか。でこの展開のところのチェックボタンを、オルトキー、Mac の方はオプションキーを押しながらクリックしてエクスプレッションを開き、よいしょ、ここのエクスプレッションのところに半角でタイム米300と入れときます。こうすると1秒間にですね数値が300増えていきます。再生するとこんな感じでモニョ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 みたいな、こういうのが作れます。でこれを光のねラインに使っていくんですけど、ここのホロラインの中にもう一個エフェクトを入れます。極座標デート入れて、この変換の種類を長方形から曲線へにして、で補完をもう100にしちゃいます。そうするとぐんと丸くなりました。でこれを、モードを加算にしましょうか。加算にして、この光の中心点にこれを持っていき、そんでこのスケールをちょっと大きくしといて、こんなもんかな。で適当にマスク切っていくんですけど、マスクじゃなくってシェイプレイヤーのトラックマットでやっていきましょうか。なんか極座標を入れてるとマスクを切ると変な感じになっちゃうんで、ごめんなさい、このホロラインも 3D スイッチオンにしといてください。で、ペンツールにして線はなし、塗りを白でいいや、白にして適当にこの光の
中心点からこのスクリーンの端っこぐらいにテイって持ってって、でこの辺にテイって持っていって、なんかスクリーンの四隅をこうなぞる感じですかね。上がちょっと違う。この辺かな。はい、こんな感じにしました。で、こっちも 3D スイッチオンにして下に持っていき、でホロラインのトラックマットを今作ったシェイプレイヤーにします。でこのシェイプレイヤーとホロライン両方ともこのトラッカーに紐付けておくと。で、このシェイプレイヤーの方に高速ボックスブラを入れて、ちょっとエッジがパキッとしすぎちゃうんで、ここに3ぐらいかな、3ぐらい入れときの、ちょっとこのラインがずれてって、ペンツールでちょっと補正をかけつつやっとくと、はい、やっとくとこんな感じでね、いい感じになります。でこれにもトライトーン入れて、間違えた、この下のホロラインの方ですね。ホロラインにもトライトーン入れて、でここをさっきのように水色な感じにしときます。そうするとなんかこうホログラムっぽくなりますよね。よくあるホログラムラインで、不透明度を下げます。ショートカットキーの T で不透明度開いて 50% ぐらいかな。どうじゃろう、強いかな。 30% ぐらいしますか。これだけでちょっとこうクオリティが高く見えますよね。はい、だいたいこんなもんかな。でもしやるんだったら、調整レイヤー、コントロールオルト Y、 Mac の方はコマンドオプション Y で調整レイヤー作って、この調整レイヤーを動画の1個上ですね、ホロ MOV の1個上に持っていき、でなんかここの光のところをから例えばこの辺の体に対して光の反射がありますよっていう前提で、なんかこんな感じに、本当はですね、このホログラムがパッて光る瞬間に照明でですね、青い照明があると思うんですけど、青色のフィルターをかました照明をこのね左上からパンって当てるとよりねリアルになります。ちょっと今回一人で撮影したんでそれができなかったんですけど、実際にちゃんとしたクオリティ上げようと思ったら、ここからね青い照明をパッと当ててあげるか、ここら辺のね仕込み照明作ってやってあげるとすごい綺麗になります。で、ここにトーンカーブ入れて、ルメトリにしようかな。ルメトリカラー入れて、で、基本補正のこの色温度を青に持っていっちゃいます。色温度青にマイナス50ぐらい持っていっちゃって、でハイライトをグッと100ぐらい上げちゃおうかな。でこの調整レイヤーの MM でマスクの境界のぼかし開いて100ぐらいでいいかな。100ぐらい入れときます。そうするとなんか青色の光が一応影響してますよっていう感じはなんとなくは作れます。
なんとなくなんでね、大したクオリティではないんですけど。はい。じゃあ、ここからですね、ホログラムが出現するアニメーションみたいなのを作っていきますか。ホロラインとかフレアとかスクリーンですね。そうだ、スクリーンのこれもうここまでできたらアンカーポイントツールに切り替えていただいて、適当にですね、こうアンカーポイントを光の中心点に持っていってあげてください。この辺かな。そんでドンで出てくるんで、この時にスクリーンのスケールに1個チェック入れて、よいしょ、何フレぐらいかな。1、2、3、4フレぐらいでいいか。4フレぐらいで、これを、よいしょ、キーフレーム補助の Easy Ease In をつけときます。で、モーションブラーつけときましょうか。モーションブラーのスイッチ入れて、良いですね。で、フレアの方もスケールじゃねえや。フレアの方は点滅でしようかな。1個ずらしてピンとつく感じにして、1回消えてもう一回つくみたいな。パパッとで、ホロラインの方もスケールでここにチェックで、この時が0ですね。で、モーションブラーのスイッチをオンにしとけば、でここもイージーイーズインかけて、はいはい、いいんじゃないですか。点滅うざいか。パッとついていいっすね。OK。で、最後にキュッと入れるじゃないですか。これもアニメーションつけます。スケール、ホロラインとスクリーンの方にチェック入れて、ギュッと入るんで、この時に00として、フレアはもうここでパッと消えるようにします。で、これもイージーイーズインかけとこうかな。よいしょ。イージーイーズインかけて、こんな感じかな。これで一旦ホログラムのアニメーション OK なんで、ここからですね、スクリーンを作っていきます。もうスクリーン自分別の使うんでって方はね、ここでもう終わっていただいて構わないんですけど、ここからスクリーンの動きを作っていきます。で、今回、見ていただくと分かるんですけど、僕の動きがですね、全部この BGM のトゥットゥルルットゥドゥトゥントゥンのこの大きい音に全部合ってるんですよね。このタッチの音もここにピンで合ってるし、もう1回目のタッチもここで来てるし、
で最後のスライドだけはフリックだけはこの辺なんで、もうこの音に合わせてなんかアクションをつけていけばいいという感じになります。よし、じゃあスクリーン作っていきます。一旦ですね、この holo.mov をコントロール C、Mac の方はコマンド C でコピーして、スクリーンの中に入っていただいて、コントロール V で貼り付けます。で、映像いらないんで、映像なしにして、この holo.mov をショートカットキー L2 回でウェーブフォーム開いといて、で、これガイドレイヤーにしておきます。右クリックして。で、ガイドレイヤーにすると、この表に戻った時に、これが別にレイヤーとして適用されるわけじゃないんで、このプリコンポジションの中だけで使いますよっていうのがこのガイドレイヤーです。で、このスクリーンは、後から、このタッチした後に出てくるんで、この辺でいっか。この辺に置きます。で、まず、塗りは×で、線を1ピクセルにして、なんか、この辺ですかね。この辺に、これをガイドにして、ラインを引きます。で、上は、先に文字打っとこうかな。どうしようかな。なんか何でもいいんですけど、この文字の表示されるかどうかすら怪しいレベルなんで、なんかモニタースクリーンっぽい文字にしといて、でここに合わせて、よいしょ、なんか適当に書いとくと、ちょっとずれたの。こんな感じ。ちょっとこの線がちょっとずれたんで、1個にあげます。はい。で、このスクリーンもちょっとスケールちっちゃくして、ここにスケールちょっとちっちゃくして、このね、モニターの中に収まりがいいようにしておきます。はい。で、ちょっとスクリーンっぽさを出すのに、ちょっとグリッドを作っていきます。コントロール Y、Mac の方はコマンド Y で平面を作って、名前をグリッドとしておきますね。で、エフェクトのグラデーションを適用して、で、グラデーションのシェイプを放射状にします。そんで、色の交換をして、どうしようかな。こんな感じでいいか。で、開始色を、こう、ちょっと深めの青ぐらいにしておくと。これでいいか。で、ここにグリッドを入れます。グリッド。エフェクトのグリッドですね。これを適用して、で、描画モードをスクリーンにして、で、ボーダーを3くらいかな。で、これを幅スライダーにして、幅を
8だと狭いかな。いや、幅スライダーでいいな。で、不透明度を 25% ぐらいにしときます。一旦これでいいか。で、これで、このグリッドのモードをスクリーンにします。ボーダー1とか2とかでしょうか。ボーダー2にしましょうか。で、このグリッドの合成のモードを透明度 50% ぐらいにしときます。そうするとこう全体にグリッドが入って、幅7、まあ8だな。8でいいや。8ぐらいにしとってください。はい。そうするとこんな感じでね、ちょっとスクリーンっぽくなりました。で、ここにメニューボタンを作っていこうかな。よいしょ。塗りを、なんか 50% のグレーぐらいにしといて、真ん中によいしょ、適当にポンと作ります。で、これ選択した状態でコントロールプラスホーム、 Mac の方はコマンドホームを押せばこのねコンポジションの中央に持っていくことができるんで、これでして、でペンツールで線白にして適当にこの中にピッと線を書いて2ピクセルの方がいいかな。もうちょい太い方がいいか。9ぐらいでしょ。で、コンテンツのシェイプをコントロール D で、Mac の方はコマンド D で複製して、トランスフォームの位置で、こう、マイナス25。で、シェイプの2をコントロール D で複製して、これを25か。すると、まあよくあるメニューの、スマホとかにあるメニューボタンになりました。で、名前を、じゃあ、メニュー01、メニュー02としておきましょうか。で、このメニュー02を下に紐付けときます。で、わけわからんくなるんで、色を黄色に変えときますね。はい。そんで、メニュー一番下に持っていくか。一番下に持っていって、で、この Do の2回目の Do の時でこれをタッチするんで、スケール開いて 100% から2フレーム後ぐらいでこう大きくし 150% ぐらいにして、で123フレーム後ぐらいでまた100に戻るみたいな。でこれ全部選択して F9 でこれエクスプレッションじゃない EasyEase かけてグラフエディターを開き、よいしょ、こんな感じかな。ほい、なんかタッチしましたよ感が出れば。でタッチしたらアイコンがビビビビッと出てくるんですけど、
お配りした中にこのアイコン集があるんで、この5つをこのメニューの下に潜り込ませ、スケールがちょっとちっちゃいんで、そうだな、130%、全部 130% ぐらいにしときますか。にして、でまずですね、5個なんでちょっとめんどくさいんですけど、適当に、オルトキープラスシフトキーを押しながら、こんな感じで五角形で、これが五角形じゃない人はこうドラッグしてる状態で矢印キーを押すとこの角の数が増えたり減ったりするんで、これで五角形にしてもらって、シフトプラスオルトでこう伸ばして、でだいたいまあ中央ぐらいかな、これでこれをガイドにですね、よいしょ、一旦この今、真ん中にある状態で、ポジション P、ショートカットキーの P で位置を開いて、一旦キーフレーム全部打っときます。んで、何フレームぐらいかな、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10フレームぐらいでいいかな。10フレームぐらいで、こうね、ここを、このガイドにしてる五角形の中心に来る感じで、よいしょ、こんな感じかな。でできたらもう上の五角形は消しちゃってください。でこれを全部 easy ease in をかけときます。で上からパタパタパタって出てきた方が、可愛いんで、下を1個ずつ階段状に1フレームずつずらしてあげれば、で次のドンでこの YouTube をタッチするんで、またスケールでスクリーンちゃうな、2フレームで大きくなって3フレームでまた元に戻るっていうのをつけて、で F9 で EGs かけ、まあこの辺は好みなんですけど、こんな感じにしときます。はい。まあバウンドとかつけてもいいんですけどね、今回は簡単にやっていきます。で押したら下からこのスクリーンがヒュンと出てきたからくるといいと思うんで、これをよいしょ、こんな感じにして、でスクリーンの方にはモーションブラかけときます。あんまりこういう個人的にはこういうなんていうんですか、フラットなボタンとかにこうモーションブラをかけるのは好きじゃなくてこういう実写っぽいやつにはモーションブラをかけるっていう、なんか僕なりのルールみたいなのがあるんですけど、で、これ位置を右クリックで次元に分割して Y の移動だけなんで、この Y を選択した状態でグラフエディターを開き、こうか、こういう曲線にすればピュンと入ってくる感じになりますと。はい、だいぶできてきたかな。
で最初にこっからなんかローディングの丸いアイコンが出てたじゃないですか。あれちょっと作りますか。じゃあ、このメニューの01をコントロール D で複製して、でメニュー1の下に持っていきます。そんで良さげな位置に移動させて、ちょっとねサイズをちっちゃくしておきます。でアンカーポイントをこのアンカーポイントツールにして、この真ん中に持っていきます。で回転で0からスケールがついてるのか。ごめんなさい、なんかスケールのアニメーションがついちゃってました。0から2秒ぐらいのところで回転を1回転させます。そうするとこんな感じになるんですけど、これを、全部選択して、F9 でイージングをかけ、グラフエディターを開き、またグラフエディターかと。こんな感じかな。いいですね。スンみたいな、こういう動きをつけておきます。で、これをポジションもつけようかな。P で1があるんですけど、いや違うな、スケールにしようかな。スケールでここで何フレ ?7 フレぐらい。ちょっとやってみますね。よいしょ。で、ちょっとグラフエディター開いて、どんな感じがいいかな。いいね。スン。で、ここはもうちょっと貯めたいですね。貯めて、ヒュンと帰っていく感じ。スン。おー、いいね。はいはい、いいじゃん。なんかローディングしてる感ありますね。で、これをじゃあローディングとローディング01としておきますね。で、このローディング01をコントロール D、Mac の方はコマンド D で3つ増やしてください。で、回転のところをこんな感じで、この後ろをですね、全部1フレームずつずらしてあげて、で、ここのローディング2の方のコンテンツの楕円形パスのサイズをちょっとちっちゃくして、で、ローディング3のコンテンツの楕円形パスのサイズをさらにちっちゃくすると。だんだんちっちゃくなる感じですね。こんな感じにしておきます。そんで、コントロール Alt Y、Mac の方はコマンドオプション Y で調整レイヤーを開いて、このローディング3が収まるところ、違う、メニュー1の上か。ごめんなさい。この
メニュー1の上に来るようにしといて、こんな感じですね。いいのか。ローディングだけにしとくか。で、ローディングと調整レイヤー含めて、もう一番最下層に持っていきます。で、この調整レイヤーに、この辺が分かりやすいかな。よいしょ。ブラー。ガウスが分かりやすいと思うんで、ちょっとブラーガウスを入れます。で、レベル補正も入れます。これちょっと初めて紹介するテクニックかもしれないですね。ブラーガウスの数値をググッと上げると下がボケるじゃないですか。で、このレベル補正の、これちょっとね、知らない人感動すると。あれってそうやって作ってたのかーってなると。このレベル補正のアルファのこの数値を、このね、スライダーを、これグレーなんで、なんかこう真ん中に収束するような感じで、で持っていくじゃないですか。わかるかい？もうちょっと太らしたいな。ぐらいにして、あ、いいかも。こんなもんかな。ちょっと尾を引く液体っぽい感じで、この時一番マックススピードの時にもう一個作ろうかな。このローディング3を、コントロール D で複製して、回転のこれを1個離したい。あ、いいね。で、これでコンテンツの楕円形パスのサイズをすげえちっちゃくすると、こうね、ピュンと、やば、かわよき、はい、してあげると再生しますね。ローディング、いいじゃん。で、僕がスライドするのはいつだ？ここか。OK。この辺りで、このスクリーンが X 位置ですね。X 位置がヒュンとスライドしていくんで、適当にこうずらしておくと。あ、そうか。この時にアイコンはもう消えとかんといけんので、画面が全部出た段階で、下の全部選択して、オルトキープラスカッコ閉じで、こうね、ここで縮めておきましょう。そしたら、ずれた時にもいない。で、この X 位置のところも、両方 F9 で、イージングかけといて、スッって感じにしたいんで、いいのか、シュッて。どっちがいいんだろうな。スライドしてる感があった方がいいんですけど。やりすぎ、こんなもんかな。スッと。いいね。はい。そんで、この移動し終わった後に、このスクリーンに置いて、でスケール 79.3、また微妙なスケールですけど、合わせて、ちょっと位置もですね、位置の Y が550か。550台にしといて、
で、親子付けでモーションブラウンを入れ、リンクしときます。そうすると、一緒に、一緒にスライドしてくるんで。そう。いいや。ちょっと下、グラフエディターでいじりますね。逆の方がいいな。後ろがスッて入ってきた方が気持ちよいですね。うん。もうちょっと伸ばそうか。こんな感じします。はい。で、ここまでできたら、もう完璧なんじゃないかな。見てみますか。間違えた。光ったと同時に調整レイヤーのやつのこの光ですね。パンがついて、光が消えると同時にこれも消えないといけないですね。OK。ちょっとじゃあレンダリングします。はい、レンダリングが終わりました。じゃあこれで一旦再生します。おー、いいっすね。かっこいい。なんかもう一個ギミック入れようかな。スクリーン開いていただいて、このグリッドをコントロール D でもう一個複製して、で、長方形ツールにして、ちょっとこんな感じで入れといて、で、マスクの境界のぼかしをちょっと多めに入れ、位置をですね、2秒ぐらいしようかな。これで下まで持っていき、キーフレームを打ちます。0フレームのところで上に持っていって、で、2秒の次のフレーム、2秒1フレームのところで、この最初のフレームをコントロール C でコピーして、こっちに貼り付けておくと。で、オルトキー、Mac の方はオプションキーで、そして、このプロパティのループアウトデュレーションを選択しておきます。すると、こんな感じでグリッドが永遠に。で、これが入ると、ちょっとなんか、いい感じになるんじゃないかな。もう一回レンダリングします。はい、じゃあ再生します。いいですね。はい。いいんじゃないでしょうか。はい、というわけでね、今回はこのホログラム、スマホホログラムの作り方を解説しました。結構ね、いろんな演出に使えるものだと思うんで、結構ね、手間っちゃ手間なんですけど、作り方さえ覚えとけば結構ね、いい演出。個人的にはこういう SF 感あるもの大好きなんで、みんなもね、アフターエフェクツ学んでる人はみんな好きなんじゃないかなと思います。はい。というわけでね、今回の動画は以上になります。参考になったよって方は、高評価、またはチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。